こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。今回の動画では、小型キューブ型 PC ケースのデザインをしていきたいと思います。できるだけ小さいサイズで、軽めのゲームなら、問題なくできる PC にしたいです。サイズは、200mm のキューブ型に、こだわってみたいと思います。もっと大きなサイズなら、市販品があるし、もっと小さいサイズだと、グラフィックボードが搭載できなかったりします。この箱は、段ボールで作った、一辺が 200mm のキューブ型 PC ケースの、原寸模型です。この箱に、ご覧の PC パーツを、どうしたらレイアウトできるか考えてみたいと、思います。マザーボードは、MSI P250i ゲーミングプロ AC です。ミニ ITX 規格の、マザーボードで、大きさは 170mm×170mm です。中古で購入したので、IO パネルは、ありません。CPU クーラーは、サイズの、ビッグ手裏剣3です。120mm のファンが、ついていて、全高は 69mm です。電源ユニットは、シルバーストーン SFX シリーズ 450W です。SFX 規格の電源で、一般的な ATX 規格の電源より、一回り小さいサイズになります。大きさは、幅 125mm、高さ 63.5mm、奥行き 100mm です。グラフィックボードは、MSI GeForce GTX 1050Ti です。長さ 177mm、幅 115mm です。2017年に購入したものですが、まだまだ現役で使えます。それでは、原寸模型を使って、実際に PC パーツが入るか、試してみます。まず、マザーボードの PCI エクスプレススロットに、グラフィックボードを挿して、入るかやってみます。若干高さが足りませんね。これは2スロットなので、1スロットの、グラフィックボードなら入りそうですね。次に、電源ユニット、マザーボード、グラフィックボードを重ねて、入るかやってみましょう。それをやる前に、CPU クーラーを、取り付けます。CPU グリスを、塗り広げます。ヘラは、下敷きを短冊状に、切ったものを使っています。付属のヘラよりも使いやすいです。両側のネジを、少しずつ交互に、締めていきます。CPU ファンのコネクタを、接続します。メモリーを取り付けます。それでは、電源ユニット、マザーボード、グラフィックボードを重ねる形で、入るかやってみましょう。いっぱいいっぱいですが、入りました。でも、これではマザーボードの、取り付けステイも入らないし、エアフローも皆無で、このレイアウトも無理ですね。試行錯誤を繰り返す中で、導き出した一つの方法として、グラフィックボードを、ロープロファイルに、変更してレイアウトする方法です。段ボールで作った、ロープロファイルの、グラフィックボードの原寸大模型です。これを使って、レイアウトしてみます。マザーボードを、ケースの中央に、配置します。電源ユニットは、マザーボード背面の、下部に配置します。グラフィックボードは、電源ユニットの、上に配置し、ライザーケーブルでマザーボードと、接続します。この方法なら、各パーツが無理なく、レイアウトできます。でも、わざわざこれのために、静粛性が不利なロープロファイルの、グラフィックボードを買うのは、どうなんだろう。価格 .com で調べると、GTX 1650の、ロープロファイルは品薄で、取り付けることができるものは一つしかなく、2万円近くするので買う気になりません。
なんとか、2スロットの一般的なグラフィックボードでも、レイアウトできる方法は、ないだろうかと、さらに試行錯誤を繰り返した結果、変則ですが、レイアウトできる方法を、見つけ出しました。まず、マザーボードを、ケースの、中央に配置します。電源ユニットは、マザーボード背面の、上部に配置します。そしてグラフィックボードは、マザーボード背面の、下部から、端子部分をマザーボードの、下からすくい込む感じで配置します。マザーボードとの接続は、ライザーケーブルを、使用します。この方法だと、幅 115mm までの、グラフィックボードが取り付けることができ、高さ 75mm までの、CPU クーラーを搭載することができます。でも、このレイアウトには条件があります。グラフィックカードのブラケットと、マザーボードの I/O パネルが、干渉するため、パーツに、加工を加えなければならない場合があります。I/O パネルが一体型の、マザーボードの場合は、グラフィックボードの、ブラケットを外すか、またはカットする必要があります。I/O パネルが一体型でない場合でも、マザーボードのコネクタの位置によって、干渉することがあるので、加工が必要になります。今回用意したパーツでは、干渉していないので、そのまま使用できます。レイアウトできることが分かったので、3D キャドで設計してみました。筐体は、厚さ 3mm の、黒のアクリル板で作成します。はじめに、ストレージを取り付けます。マザーボードに、CPU クーラーを、取り付けてからケースに取り付けます。マザーボード下部の取り付けネジは、裏側に、グラフィックボードが来るので、通常の取り付け方ができません。表側にステーを取り付けて、裏側からネジ止めします。次に、電源ユニットを取り付けます。ATX、CPU、SATA 電源ケーブル、SATA ケーブル、フロントユニット及びその他の、ケーブル類を取り付けます。ケースファンは、140mm の、薄型タイプのファンを取り付けます。ライザーケーブルを取り付けたら、グラフィックボードを取り付けます。グラフィックボードのブラケットと I/O パネルが干渉するので、開口部がいびつな形になります。最後にサイドパネルを取り付けて、完成です。サイドパネルは、内部を見せたいので、クリアのアクリル板にします。段ボールで、試作品を作ってみました。実際の製作では、これを、アクリル板で作ります。いかがだったでしょうか？今回の動画では、200mm、キューブ型ゲーミング PC ケースの、デザインの過程を見ていただきました。次回の動画では、実際の、制作過程の動画を見ていただこうと、思います。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。